こんばんは。以前、正式な捜査権限をいただいたのですが。早いですって、まだ話の途中ですよ。これまで探偵として数々の難事件を解決してまいりましたが、それらは全て違法捜査でした。ですが、今は違います。私の社会的地位の向上により、堂々と現場に立ち入り合法的に捜査を行うことが可能になったのです。よし、現着です。道中で陽民館さんともすれ違いませんでしたね。探偵一番乗りです。こちらは被害者さんの同居人さんのようですが。待ってください、今誰か通りませんでしたか？いるもう誰かいます。というかこれ私も入って大丈夫ですか？もたもたしている間に陽民館さんが、行くしかない。スマートに決める予定がもう全部台無しですよ。大丈夫ですか？これ垂れません？大丈夫そうです。少し計画が狂いましたが捜査現場への立ち会いです。通常であれば発砲されているシチュエーションですが、しっかり捜査権が効いているようですね。よしよし、どうですか？何か見つかりましたか？お仕事中の陽民館さんとはやはりおしゃべりできませんね。でも指紋は見れるのですか？違うんです。間違えて触ってしまっただけなんですってば、こんなことやってる場合じゃないですよ。早く現場検証してください。やっぱり不要な指紋がつくからしないでください。気は済みましたか？通常、現場にいる陽民館さんには話しかけられないのですが、話せるようになりました。先ほどの追いかけっこで挙動が変わったのかもしれません。ちょっと待ってください。あの人帰ろうとしてませんか？もう現場検証終わりですか？めちゃくちゃになりましたが、私も仕事を開始しましょうか。こちらが今回の被害者さんとなります。今回は銃による犯行ではないようですね。切り傷とは珍しい。血痕を見ると、被害者さんはここで怪我を負い、リビングに逃げていって力尽きたことがわかります。犯人からのメッセージカードも見つけましたが、指紋はなし。犯罪現場の地の飛沫についての本ですが、この本詳しく拝見したいですね。さて、いくつか手がかりや証言は集まりましたが、有力な内容はありませんでした。指紋は見つけましたが、これがかなり問題児ですよ。まず、タイプ ET の指紋はおそらく同居人さんの指紋です。となると、タイプ EU の指紋が犯人と言いたいところですが、これが先に現場に来ていた陽民館さんたちの指紋である可能性を否定できません。お名前がわかれば指紋が照合できるのですが、残念ながら一人、挨拶もせず帰ってしまった陽民館さんがおられます。そういえば、今回の事件名は目利きの暗殺者でした。ということは、金庫で見つけたタイプ EU の指紋は犯人のものである可能性が。いや、それは安直すぎますし、普通に陽民館さんの指紋だと思うんですよね。ノイズが多い。まずはわかるところから尽くしていくしかありませんか。あれ？電話、鳴ってません？この番組は、スターチコーラ社の提供でお送りしております。お電話、どこでしたって？ありました。どうしましょう。現場でお電話に出るのは初めてです。いつも同じだ。喋ってる。何か喋ってますよ。誰が言ってたんだ？どうやらこちらから質問などはできないようです。私宛ての着信ではないからでしょうか。わかった。じゃあな、アメリア。こんなことってあるんですね。翻訳の都合か何をおっしゃりたいのかさっぱりわかりませんでしたが、アメリアというお名前が登場しましたね。そうだ、着信履歴、アドレス帳、ありました。アメリアさんのお名前、番号も一致しています。これは手がかりなのでしょうか。以前オルルと犯人が被害者宅に電話をかけるかという話をしましたけど、犯行前ならともかく犯行後にわざわざ電話をかけてくるなんてことあります？アリバイ作りとしても弱すぎますよね。アメリアさんを犯人だと考えるのには違和感があります。いいえ、やはり不確かなことで悩むより、まずは確実にわかることを潰しましょう。というわけで本日も役所のパソコンをお借りしていきます。探偵仕事は市民データベースに始まり市民データベースに終わるとも言われておりますからね。これですっきりと言えればよかったのですが、残念ながら状況は芳しくありません。被害者と同居人さん以外で現在お名前のわかっている方は2名。そのどちらもタイプ EU の指紋とは一致しませんでした。つまり、タイプ EU の指紋が誰のものかわからないだけではなく、陽民館さんの指紋か、犯人の指紋かもわからないまま、ということです。何か食べながら少し考えますか？これは探偵の勘なのですが、おそらく犯人は被害者さんの職場の関係者だと思うんですよね。勘というのは半分冗談です。名刺にメッセージが残されていたじゃないですか。そういう場合は大体職場関係の犯行なんですよ。具体的な裏付けがあるわけではないので、残りの半分は本当に勘なのですが。というわけで、被害者さんの職場へお邪魔しております。深夜のオフィスに訪問するのは久しぶりですね。警報鳴らしちゃいました。最近は白昼堂々の捜査が多かったので、腕が鈍っていました。
慌てる必要はなさそうですね。以前別の動画で解説しましたが、警報が鳴るとタレットが起動します。今回近くにタレットはないので安心です。大抵は壁の赤い線をたどっていくと、ありましたね。ほとぼりが冷めるのを待ちますか。さて、職場では従業員記録を確認することができます。従業員記録では顔写真と氏名や年収、手書き文字と合わせてなんと指紋を確認することができます。指紋と個人を紐付けたいときは、お名前がわかるときは役所で、そうでないときは職場へ行くと捜査が進む可能性があります。あるじゃないですか、タイプ EU の指紋。現場に用民間でも同居人でもない赤の他人の指紋が残されていたら、それは犯人のものです。誰ですか？でもこれって用民間さんの指紋だと思うから、などと言っていたのは、全く探偵の風上にも受けませんね。さて、犯人はキーラスロープさん。被害者さんがお勤めの会社の、なんと取締役さんです。被害者さんは会計士とのことでしたので、会社の資金関係のトラブルでしょうか。ちょうど早朝ですので、パパッと手帳の方失礼します。残念ながらこのエリアで凶器を見つけることはできませんでしたが、正直、決め手にかけるのでここまでで書類を提出しましょう。さすがに当てずっぽうでいけるとは思っておりませんが。よし、凶器以外は正解でしたのでよしとしましょう。そういえば、今回の事件って目利きの暗殺者なんですよね。そして現場の金庫に残されていた犯人の指紋。ということは、犯人は被害者の金庫から何かを奪ったのでは。犯人の部屋でまだ一箇所見ていない場所があります。犯人の金庫、ここに何もないんですか？がっかりです。二度と目利きを名乗らないでいただきたい。シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。ですね、せっかく合法的に現場に入れるようになったので、私は本当はあれがやりたかったんですよ。現場に用民間さんが到着する前に捜査を終わらせておいて、後から来た用民間さんに向かって、おや、随分遅かったじゃないですか。もう事件は解決しましたよ。みたいなかっこいい探偵ムーブをですね。そういう時に限って見たことないくらい迅速に現場に駆けつけてくるじゃないですか、あの人たち。こうなったらもう一件行きますよ。20時30分、事件発生。今度こそ現場に先回りしていきます。現場は。いや待ってください。これって外じゃないですか。屋外での事件は特に立ち入り禁止とかにならないので、せっかくの捜査権が全く活かせないんですけど、退勤時間のようで付近の人通りはかなり多いですね。凶器と思われる刃物が現場に残されています。指紋もバッチリ。探偵は一度見た情報を忘れることがありませんので、以前どこかでクアンシアさんのお名前と指紋を拝見しているみたいです。では、被害者さんは、事件解決しましたね。被害者はアズラ・ロバートソンさん59歳。現場に残されていたカミソリと口紅にはクアンシアさんの指紋。被害者の体には刃物による傷が残されており、この切り傷が死因となったようです。つまり、現場に落ちていた死因と一致する武器についていた指紋の持ち主、用民間や家族ではない第三者。犯人はクアンシアさん。QED です。スピード解決すぎたでしょうか。せっかくですから雑談でもして用民間さんを待つとしますが、この辺りで何かおかしなことはありませんでしたか？何もねえよ。本当におっしゃってます？すみません、探偵ですけど何かこの辺りで変なことはありませんでしたか？いや、知らないね。そうですか。本当にそう思います？事件の通報から1時間以上が経過しました。用民間さんは現れません。一体何がどうなっているんでしょうか？行政の怠慢というやつでしょうか？ちょっと用民間さん、あなた用民間さんですよね？俺の名前はルイス・カリートだが、それがどうしたんだ？どうしたもこうしたも殺人現場はどうなさったんですか？見てないな、ごめん。本当にご覧になってませんか？もしかしてあそこに堂々と転がっているご遺体、私にしか見えてないんですか？不安になってきました。一応監視カメラでも確認してみますが。これは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。現在、現場付近の映像を確認しておりますが、被害者と犯人がバッチリ映っています。位置的にはご遺体の発見場所あたりに見えます。これって犯行の瞬間じゃありませんか？死亡推定時刻とも矛盾はありません。監視カメラ、普段は全く役に立たないことが多いのですが、たまにはこんなこともあるんですね。事件発生から3時間が経過しました。未だに用民間さんが捜査に来る様子はありません。このままドーナツとコーヒーを共に朝まで道行く人たちを眺めて粘ろうかとも思ったのですが、人通りが減ってきたのでそろそろ今回の事件に幕を下ろさせていただきます。犯人、クアンシアさんのお住まいはどちらでしたって？705号室、キングスマークホテル。
私の部屋の上の階じゃないですか。まさか下の階に探偵が泊まっているとは思いもしなかったでしょうね。私もまさか近所の人が殺人犯になるとは思ってもみませんでしたよ。お休み中のようです。それでは早速手錠の方失礼しますね。さて、事件解決書類を作成いたしまして、せっかくですから犯人が現場にいた証拠として監視カメラ映像を提出させていただきます。今回の事件は恋多き殺人者と題されております。明らかに地上のもつれといった風情ですが、お部屋やメールからは被害者さんと犯人のやり取りは見つけられませんでした。それ以外の人間関係はいろいろあるみたいでしたけどね。さて、判定はいかがでしょうか？監視カメラ映像じゃダメでしたか？残念ですが、事件は無事に解決いたしましたのでよしとしましょう。やはり指紋、証拠は指紋が最強ということですね。あれ？今、エシュロンへの立ち入り許可をいただきました。ということは、念願の高級住宅住まいが始められるということですか？